小林健吾、23歳。新卒で入社したのは中小企業の営業職だった。これからこの会社で俺の人生を切り開くんだ。スーツに身を包み、希望に満ちた眼差しで入社式に臨んだあの日がまるで昨日のことのようだ。彼の直属の上司は営業部長の佐藤だった。40代の見るからにエリート然とした男。最初は厳しいが仕事のできる理想の上司だと健吾は信じていた。しかしその理想は入社して数週間で音を立てて崩れ去る。定時を過ぎても誰も帰ろうとしない。健吾が「お疲れ様でした」と声をかけると佐藤は鼻で笑った。小林、営業は定時なんてないんだよ。若いうちは泥臭く働くもんだ。残業代、営業はそういうのは出ないのが当たり前だろう。健吾は戸惑ったが、周りの先輩たちも同じようにサービス残業をしている。これがこの会社の普通なんだ。そう自分を納得させ、必死に食らいついていくしかなかった。彼にとってそれは社会人としての洗礼だと前向きに受け止めようとしていた。あと一本、あと一本だけ。健吾の日常は深夜まで続くサービス残業とヘトヘトになってたどり着く終電の日々へと変わっていった。朝はギリギリまで寝て、駅のホームで眠気と戦い、会社に着けばすぐに仕事の山に埋もれる。休日も持ち帰った仕事を片付けたり、週明けの準備に追われたりして、プライベートな時間はほとんどなかった。友人からの連絡もいつの間にか途絶えがちになっていた。慢性的な寝不足とストレスは健吾の心と体を蝕んでいった。仕事では簡単なミスを連発するようになり、その度に佐藤から「小林、たるんでるんじゃないか。新人のくせにこれだからゆとりは」と厳しく叱責される。怒鳴られるたびに彼の心は深くえぐられる。食事が喉を通らなくなり、体重はどんどん落ちていった。ある朝、いつものように満員電車を降りて駅のホームを歩いていた時だった。急な立ちくらみに襲われ、健吾の体はよろめいた。一瞬目の前が真っ暗になり、線路へと吸い込まれそうになる。間痛く近くにいた乗客が彼を支え事なきを得た。その時健吾は凍りついた。このままでは俺は本当に壊れてしまう。漠然とした不安が確かな恐怖へと変わった瞬間だった。追い詰められていく健吾の心をさらに深く突き刺す出来事が起こった。健吾が唯一仕事ぶりを尊敬していた先輩社員山崎がある日会社の休憩室で過労で倒れたのだ。救急車が到着し、青白い顔をした山崎先輩が担架で運ばれていく。健吾はその光景を呆然と見送っていた。山崎先輩。しかしその様子を見ていた上司の佐藤は心配するどころか舌打ちをしながら吐き捨てた。一番忙しい時期に人手が減るじゃないか。まったく使えねえな。その一言が健吾の中で佐藤への、そしてこの会社への尊敬を完全に崩壊させた。この人は部下を人間ではなくただの駒としか見ていない。倒れた先輩の姿に自分の未来を重ね合わせる。このままでは俺もああなる。いや、それ以上に使い潰されてしまう。その夜、健吾はもう我慢するのはやめようと決意する。これはただ未払い残業代を取り戻すためだけではない。自分の命と尊厳を守るための戦いだと気づいたのだ。これをやったらもうこの会社にはいられないかもしれない。上司からも同僚からも白い目で見られるだろう。でもそれでいい。心と体を壊してただ使い潰されるだけの未来よりずっとマシだ。これは俺が俺として生きていくための戦いなんだ。
彼は退職という選択肢まで見据え、会社を相手取ることを決意した。健吾はネットでサービス残業、過労、訴えるといったキーワードで検索した。そこで彼は労働基準法と労働基準監督署の存在を知る。彼の行動は焦りから来る感情的なものではなかった。冷静に、そして計画的に徹底した証拠集めを開始した。毎日のタイムカードの打刻時間、パソコンのログイン、ログオフ時間、業務日報、これらを写真に撮り PDF 化して自身の PC に保存した。佐藤からの業務指示メールには深夜や休日の時間外労働を指示する内容が明確に記載されている。これもすべてスクリーンショットで保存。会社の就業規則や給与規定も細かく確認しコピーを取った。時には上司との会話や同僚の残業代出ないの当たり前という発言をボイスレコーダーで密かに録音した。ここまでやるのか。自分でも驚くほどの執念で彼は約3ヶ月間こっそりと証拠を集め続けた。それは会社に対する怒りだけでなく未来の自分を守るための静かな闘志だった。約3ヶ月後、分厚い証拠のファイルと USB メモリに保存されたデジタルデータを手に健吾は労働基準監督署を訪れた。緊張と不安で胸が締め付けられる。担当者は一見すると地味な印象の年配の男性だった。健吾はこれまでの経緯、佐藤からのハラスメント、そして集めた膨大な証拠を震えながら説明した。監督署の担当者は健吾の言葉を一切遮ることなく静かに耳を傾けてくれた。健吾の証拠を一つ一つ確認していくうちに担当者の表情は真剣さを増していく。これは非常に悪質ですね。担当者のはっきりとした一言に健吾の目から安堵の涙があふれた。健吾さんの状況は労働基準法第37条に定める時間外労働に対する割増賃金の未払い、そして第32条の労働時間規制に違反している可能性が高いです。非常に多くの証拠をお持ちですので十分に会社を指導できます。担当者は健吾に申告書の記入を促した。健吾は震える手で申告書に自らの名前を記した。これでもう引き返すことはできない。彼は人生をかけた戦いの正式な火蓋を切ったのだ。数週間後、健吾の会社に労働基準監督署の監査が入った。突然の訪問に佐藤部長と社長は顔面蒼白。監督署の担当者は健吾が提出した証拠をもとに会社の勤務実態、給与規定、就業規則などを徹底的に調査した。健吾が匿名で申告したため佐藤滝は最初は誰が通報したのか分からず困惑していた。しかし監督署の担当者が従業員から深夜に及ぶサービス残業や残業代未払いに関する具体的な証拠が多数提出されていますと告げると、佐藤は心当たりがあるのか明らかに動揺し始めた。監督署は会社に対し過去2年間のタイムカードや PC のログ記録、給与明細の提出を要求。佐藤は営業は定時がないんですと反論したが、監督署担当者は冷徹に言い放った。労働基準法に営業は残業代が出ないという特例は存在しません。これは明確な違法行為です。監督署の調査は厳正に進められた。健吾が提出したタイムカードの写真と会社の PC ログイン履歴は会社の記録と完全に一致し、深夜までの労働実態を明確に裏付けていた。佐藤からの業務指示メールは健吾の退勤後に送信されており、休日出勤の指示も散見された。そして決定的なのは健吾が密かに録音していた佐藤の営業は残業代が出ないのが当たり前だろという発言だった。会社側はこれらの動かぬ証拠の前に
完全に沈黙した。労働基準監督署は会社に対し、労働基準法第37条時間外労働等の割増賃金に違反として是正勧告と改善指導を命じた。そして過去2年間の健吾を含む全従業員に対する未払い残業代の支払いと今後の労働時間の適正化を強く指導した。佐藤と社長は真っ青な顔で頭を下げ、監督署の指導に従うことを約束せざるを得なかった。健吾は匿名でこの一連の動きを見守っていたが、心の中で小さくガッツポーズをした。監督署の指導を受け、会社は健吾に対して過去2年間の未払い残業代と精神的苦痛への慰謝料を含めた合計約100万円を支払うことを提案してきた。そして佐藤は社内研修で労働基準法の遵守について厳しく指導を受け、社内での評判は地に落ちた。健吾は提示された金額と会社が労基署の指導に従う姿勢を見て、これ以上の追及はしないと判断した。数日後、健吾の銀行口座にその大金が振り込まれた。やったー。スマホの画面に表示された残高を見て、健吾は呆然とした。そして彼はすぐに会社に退職届を提出した。一身上の都合により元月22日もって退職させていただきます。佐藤部長は驚きと怒りが入り混じった顔で健吾を見ていたが、何も言い返せなかった。健吾はこれまで溜め込んできたすべての感情を解放するかのように深くゆっくりと息を吐いた。そして初めての定時退社で清々しい気持ちで会社を後にした。健吾は未払い残業代を手にしたことで焦ることなく次の仕事を探すことができた。その間ゆっくりと休養を取り、失っていた心身の健康を取り戻していった。彼はブラック企業での経験を糧に、より健全な労働環境を持つ会社へと転職を成功させた。新しい会社は残業代がしっかりと支給され、ワークライフバランスも整っていた。定時で帰り、友人と食事に行ったり、趣味の時間を持ったり、穏やかな日常を送ることができるようになった。あの時、勇気を出して行動してよかった。健吾はあのブラック企業で得たものは未払い残業代だけではなかったと知る。それは自らの権利と尊厳を守るという何者にも代え難い自信だった。小林健吾は新しい会社の窓から夕焼け空を眺めていた。もうあの頃のような疲弊した顔はそこにはない。彼の表情には穏やかで充実した光が宿っている。あの時、もし彼が声を上げなければ、何もしなければ、きっと今頃心も体も壊れてただ使い潰されていただろう。法律は決して遠い存在ではない。それは私たち労働者が理不尽な搾取から身を守るための最も強力な盾となる。そして勇気を出して声を上げた者には必ずその道は開かれるのだ。健吾は新しい未来へと続く道を見つめながら静かに微笑んだ。健吾さんの戦い、いかがでしたでしょうか。うちの会社はこれが当たり前だからと理不尽なサービス残業に泣き寝入りしていませんか。もしもあなたが正当な権利を主張したいと思ったら、この3つのステップを思い出してください。ステップ1、記録する。あなたの労働時間が最強の証拠になる。働いた時間を客観的に証明することが何よりの重要です。タイムカードの写真、パソコンのログイン履歴など具体的な証拠を集めましょう。ステップ2、
相談する。一人で抱え込まず専門機関を味方につける。一人で悩まず専門機関に相談してください。全国どこにでもある労働基準監督署が無料で相談に乗ってくれ、会社への指導も行ってくれます。ステップ3、法律を使う。労働基準法で正当な権利を主張する。残業代の支払いは労働基準法で定められた労働者の権利です。集めた証拠をもとに労働基準監督署や弁護士を通じて正当な残業代を請求しましょう。この3つのステップがあなたの心強いお守りとなることを願っています。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルは必ず弁護士等の専門家や労働基準監督署へご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。